ちょっと想像してみてほしいんですが、あなたが街を歩いていて、すれ違った人が着ているなんか見慣れないブランドのジャケットに目を奪われたとしますよね。ええ、よくあるシチュエーションですね。で、スマートフォンを取り出して、そのジャケットを画面上でこう丸く囲むだけで AI がブランドとか素材を特定してくれる。ここまでは今までにもありましたよね。そうですね。既存の画像検索の延長です。でもここからがすごいんですよ。AI があなたの実際の体型データを読み込んで、そのジャケットの生地の重みとかシワの寄り方まで計算して、あなたが着た時の試着姿をリアルタイムで画面に映し出すんです。なるほど。物理演算が入ってくるわけですね。はい。で、さらに、その海外ブランドのデザイナーに向けて、あなたの文化的背景とか細かいニュアンスまで完璧に伝わる言葉で瞬時に質問を送ることができると。これ、遠い未来の SF 映画の話じゃないんですよね。違います。今日私たちが生きている現実ですね。視覚的なデータの空間的なマッピングと、あと自然言語の深い文脈理解が、かつてない精度で交差する地点に私たちは立っていると言えます。というわけで、今回の徹底解説にようこそ。今日はですね、2026年3月20日時点での Google AI の最新動向について、あなたと一緒に深掘りしていきたいと思っています。はい、よろしくお願いします。今回は複数の情報源を元にしているんですが、マッサチューセッツ州での AI 教育のインフラ化という社会的な動きから始まりまして、翻訳ツールの根本的な進化、そしてナノバナナ2や進化した過去手検索がもたらす視覚的 AI の飛躍まで幅広くカバーしていきます。かなり盛りだくさんな内容ですね。そうなんです。リスナーのあなたが知っておくべき最も重要なインサイトを抽出してきました。さあ、これを紐解いていきましょう。これらのニュースって一見すると単独のアップデートとして消費されがちなんですけど、根底にある技術的な進化のベクトルは共通しているんですよね。そこなんですよね。まず最初のトピックなんですが、これはテクノロジーそのものの話ではなくて、それを誰がどう使うかというなんかインフラの話なんです。マサチューセッツ州の件ですね。はい。情報源によると、Google がマサチューセッツ AI ハブというところと提携して、マサチューセッツ州の全住民、これ原文ではベイスターターって呼ばれてましたけど、その全住民に対して Google の AI トレーニングへの無償アクセスを提供する新しいイニシアチブを立ち上げたそうです。無償、つまりノーコストで提供するということですね。これを聞いて私、19世紀に各地で作られた公共図書館のシステムを思い出したんですよ。誰でも無料で本が読めるようになった歴史的瞬間みたいに AI トレーニングが現代のなんていうか図書館カードになるのかなって。その例えは非常に適用していますね。本当ですか？でもちょっと意地悪な見方をすると、これって単なる巨大テック企業の PR 活動なんじゃないのって気もするんです。無料のオンラインコースを配ったところで実際のビジネス現場での経済格差が埋まるとは到底思えなくて。企業側のエコシステム拡大という側面は確かに否定できません。ただ、これをより大きな視点に結びつけて考えてみると、単なる PR 以上の意味が見えてくるんですよ。より大きな視点ですか？はい。技術的な社会実装の観点から見ると、州レベルでのワークフォース、つまり労働力の基盤構築として非常に興味深い動きなんです。労働力の基盤構築。現在の AI ツールって昔みたいに一部のデータサイエンティストがモデルを構築するためだけのものじゃなくなっていますよね。あらゆる職業の人が日常業務のボトルネックを解消するために使う汎用目的技術へと移行しているんです。なるほど。一部の専門家だけのものじゃなくなっていると。そうです。マサチューセッツ州が狙っているのは、州全体の労働人口に対して、いわば AI リテラシーの共通 API をインストールすることなんですよ。AI リテラシーの共通 API。なんかかっこいい響きですね。つまり、全員が Python でコードを書けるようになる必要はないけれど、AI に対してどういうふうにコンテキストを与えればいいかとか、そういうことですか？まさにそれです。出力された結果がハルシネーション、つまりもっともらしい嘘じゃないか、それをどう評価するかという共通言語を持たせるということです。なるほど。例えばですね、地域の小さな工務店の管理者がサプライチェーンの遅延を予測するために AI をどう安全に活用するか、あるいは医療事務のスタッフが患者の予約データをどう匿名化して AI に処理させるか。そういう日常業務のレベルで？はい。これらはもはや高度なプログラミングスキルではなくて、現代の読み書き、リテラシーの領域なんです。
コストの壁を取り払って無償でアクセス可能にすることで、初期段階でのリテラシーの分断を防いでいるわけです。なるほど。経済的な理由でこの新しい言語を学べない層が固定化されてしまうと、州全体の長期的な経済競争力において致命的な遅れをもたらすからですね。その通りです。いやー、道路とか電気網を整備するのと同じレベルで州民の頭の OS を底上げしようとしているわけですね。それが無償で提供されるからこそインフラとしての意味を持つと。そういうことです。すごい時代になりましたね。で、私たちがそうやって AI の使い方を学ぶインフラが整いつつある一方で、実は AI の側も私たち人間の使い方を学んでいるんですよね。はい。特に言語の分野ですね。それが次のトピック、Google 翻訳のアップデートにつながるわけですが。翻訳システムにおける自然言語処理のパラダイムがまた一つ先のフェーズへ進んだといえるアップデートですね。情報源によると、新しい代替案、オルタナティブですね。その提示機能とか、理解するボタン、そして質問するボタンが追加されたそうです。直訳ベースの機械翻訳の限界を超えるためのアプローチです。ここからが本当に面白いところなんですが、リスナーの皆さんのようなテクノロジーに明るいそうなら、単純な単語の置き換えが機能しないことなんてもう100も承知じゃないですか。そうですね。文化的な背景が違えば直訳は意味をなしませんから。はい。で、私が気になっているのは、この質問するボタンの実際の使い勝手なんです。例えば旅行先でコーヒーを注文したり、急いでタクシーに行き先を告げたりするようなリアルタイムの会話で、いちいち AI にこの翻訳のニュアンス合ってますかなんて質問してる暇はないと思うんですよ。それは非常に現実的で重要な指摘ですね。実用的な制約といいますか。はい。どうなんでしょうか。確かに、定型的な注文とか行き先の指示のように、コンテクストが極度に限定されたトランザクションにおいては、このボタンを毎回押すのは非効率です。ですよね。ここで興味深いのは、このアップデートの真の技術的価値はそこではないという点なんです。と言いますと、もっと非対称で複雑なコミュニケーション、例えばビジネスでの微妙な交渉とか、相手との関係性や文脈への依存度が非常に高い対話において、この機能が進化を発揮するんです。複雑なコミュニケーションですか？具体的に翻訳の裏側では何が起きているんですか？従来の機械翻訳は、主に辞書的な変換、つまり意味的なベクトル空間でのトークンの1対1マッピングに依存していました。リンゴはアップルみたいな。しかし今回のアップデートでは、大規模言語モデル、いわゆる LLM の潜在空間を活用したコンテクストプロンプティングが表面化しているんです。なんか急に専門的になりましたね。潜在空間？はい。簡単に言うと、AI は単なる意味の変換だけじゃなくて、学習データに含まれる膨大な文化的コーパスに基づいて、出力される単語の重み付けを動的に変更しているんです。ああ、なるほど。つまり、同じ言葉を入力しても、AI が、この状況ならこちらの表現の方が適切だなって確率を計算しているわけですか？その通りです。そして、理解するとか質問するボタン、さらに複数の代替案が提示されるということはですね、はい。翻訳がもはや A から B への直線的な正解を出す作業ではなくなったことを意味しているんです。直線的な正解じゃない。AI は複数の文化的ニュアンスの解釈を同時に保持していて、ユーザーに対してこの言葉はフォーマルな依頼としても親しい間の皮肉としても訳せますが、あなたの本当の意図はどちらですかと聞いてくるわけです。つまり AI 側からパラメーターのチューニングを求めてきている状態ってことですか？まさにそれです。なるほど。じゃあ質問するボタンは AI が翻訳につまずいた時の単なるヘルプ機能じゃなくて AI の方から人間に向けてもっとコンテキストの解像度を上げてくれって要求するインターフェースなんですね。そういうことです。これって私たちがポケットの中に現地の文化的背景とかスラン語の裏側まで深く理解しているバイリンガルの文化ガイドを持ち歩いているようなものですよね。本当にそうですね。ユーザー自身は外国語を知らなくても自分の母国語での意図を AI とすり合わせるだけで完璧なコミュニケーションが取れてしまうと。人間の言葉の裏にある空気感とか前提知識といったこれまでデータ化しにくかった領域に AI が含み込んできたわけです。そして人間との相互作用によってそれを補正するループが完成しつつある、その証拠ですね。いやー、言語という極めて複雑なコンテキストを AI がどう処理しているか、そのメカニズムがよくわかりました。はい。そしてここからがですね、今日最も視覚的にインパクトのある領域のお話です。視覚的 AI ですね。はい。AI は
テキストの壁を越えて私たちの視覚とかクリエイティビティ、さらには物理的な日常の体験にまで入り込んできています。情報源には2つの大きなアップデートが記載されていましたよね。ナノバナナ2と進化したサークル2サーチ、検索ですね。はい。どちらも視覚的 AI の処理能力において重要なマイルストーンになる技術だということですが、まずナノバナナ2について、情報源にはプロレベルの機能と超高速を兼ね備えた最高の画像生成編集モデルだとあります。ええ。これって要するに頭の中で思い描いたものを一瞬で形にしてくれる魔法の専属デザインスタジオみたいなものですよね。その表現はぴったりですね。でも画像生成モデル自体は今やそんなに珍しいものじゃないじゃないですか。このプロレベルで超高速っていうのは技術的に一体何がブレイクスルーなんでしょうか？ディフュージョンモデル、つまり拡散モデルのアーキテクチャにおける推論時間の劇的な短縮と、ゼロショットでの高度な空間制御能力の統合、これが革新ですね。推論時間の短縮ということは処理が早くなったってことですか？ええ。これまでのモデルは、ノイズから画像を生成するプロセスにおいて多くのステップを必要としていて、計算コストが高くて時間がかかっていました。はいはい、待たされる時間がありましたよね。でも、モデルの最適化によって、プロンプトを入力した瞬間に、ほぼリアルタイムで高解像度のピクセル空間をレンダリングできるようになっているんです。リアルタイムで？ということは動画のフレームを編集するようにというか、タイピングするのと同じスピードで高解像度の画像を次々に生成したり修正したりできるってことですか？はい、その感覚に近いです。そして、プロレベルの機能というのは、ただ綺麗な絵を出すことだけじゃありません。はあ。生成された画像の特定のレイヤー、例えば被写体にあたる光源の角度だけを自然言語で変えたり、背景の視界深度だけを微調整したり、これまで複雑なソフトウェアの専門知識が必要だったパラメータ制御を直感的に実行できるということです。うわー、それはすごい。人間の想像力と出力結果の間にあった技術的な摩擦がほぼゼロになりつつあるんですね。ええ、プロンプトエンジニアリングという言葉すらも過去のものになりつつあります。確かにそうかもしれませんね。そしてもう一つ、リスナーのあなたにとってより身近で驚きなのが囲って検索の進化です。はい、サークルトゥサーチですね。情報源によると AI オーバービューが例えば SNS とか街角の写真で見かけたコーディネートの構成要素を瞬時に分解してくれると。画像内のオブジェクトを認識して検索する技術からさらにコンテキストを分解して再構築するフェーズに入っています。そうなんです。ジャケット、シャツ、靴ってそれぞれのアイテムを特定してくれるんですよね。でも私が本当に驚いたのはその先にあるトライトーン、試着機能なんです。あれは画期的ですね。しかも多様な体型に合わせて視覚化できるって書いてあって、これただの合成写真のレベルじゃないですよね。2D の衣服の画像をどうやって様々な体型のユーザーにリアルタイムで違和感なくフィットさせているんですか？そこがまさにこのアップデートの技術的な革新です。単なる JPEG 画像の切り張りではないんですよ。はい、どういう仕組みなんでしょう？ AI は抽出した衣服の 2D 画像からその衣服の 3D ジオメトリー、つまり立体構造や衣服の物理的な特性まで意味論的にセグメンテーションして理解しているんです。衣服の実体的な特性？例えば重力に対してドレープ、下がどう寄るかとか、素材の光の反射率はどうだとか、そういったことです。待って、つまり写真に写っている服をただの色と形のデータとして見てるんじゃなくて、これはシルクみたいな軽い素材だからこういう風に風になびくはずだっていう物理演算のレベルまで計算してるってことですか？その通りです。うわ、マジですか？すごすぎる。そしてニューラルラディアンスフィールド、いわゆる NARF のような高度な空間マッピング技術の応用によって、その衣服のデータを全く異なるボリュームや骨格を持つ多様な体型の 3D モデルに再構築してマッピングしているんです。多様な体型に再構築。これはですね、テクノロジーが理想化された一つの体型という過去のアパレル業界のバイアスから脱却したことを意味しています。多様な現実の人間の身体構造をデータとして正確に処理できるようになったんです。なるほど。オンラインショッピングでよくあるモデルさんが着ると綺麗だけど私が着たらどうなるのっていう永遠の課題を AI が物理演算と空間マッピングで解決しちゃったわけですね。これって単なる検索機能の枠を超えて究極のパーソナルスタイリストが常にデバイスの中にいるようなものじゃないですか？テクノロジーの側がユーザーに対して理想の形に合わせなさいと要求するのではなくて、個々のユーザーの物理的な現実に合わせて柔軟に形を変え始めているんです。非常にインクルーシブなアプローチと言えますね。
いや、本当にそうですね。さて、ここまで複数の情報源を紐解いてきましたが、つまりこれは全体として何を意味するのでしょうか。はい。マサチューセッツ州のインフラとしての AI 教育に始まり、表面的な言葉だけじゃなく文化的ニュアンスの重み付けを理解する翻訳機、そして計算コストの壁を越えたリアルタイムのプロ級画像生成から記事の物理特性まで計算して多様な体系にフィットさせる視覚的添削まで。すべてつながっています。私たちが今日見てきたのは AI がいかにしてあなたという個人の文脈や物理的な現実に極めてパーソナライズされた形で適応し始めているかというプロセスなんですよね。遠くの巨大なテクノロジーじゃなくて身近なツールになっている。AI が人間の複雑で泥臭い現実に寄り添うように自らのアーキテクチャを変容させている。それが現在の大きな潮流です。はい。しかしこれは同時に私たち自身に対する重要な問いを投げかけています。と言いますと、どんな問いでしょうか。もし近い将来、AI が言語の壁や文化的背景のすれ違いを完璧に補正してくれて、私たちの頭の中のビジョンを一切の摩擦なしに具現化してくれて、はい。さらには私たちの多様な体型に寸分の狂いもなく合う服を常に見つけ出してくれるようになったとしたら、なったらつまりテクノロジーがあらゆる非効率や不一致を完璧に最適化したとき、人間が持つ本来の価値はどこに向かうのでしょうかということです。AI が私たちの行動や選択を最適化すればするほど、私たちの存在意義そのものが問われることになると。全てが完璧に翻訳され、完璧にフィットする世界においては、機械が予測できないアルゴリズムの解部、つまり私たちが意図せずに生み出すノイズ、や非合理的な感情の揺らぎ、あるいは計算外の間違いの中にこそ、未来の新たな価値や人間らしさが宿るようになるのではないでしょうか。間違いの中にこそですか。最適化された完璧なシステムの中で唯一予測不可能な変数、それが私たち人間なのです。なるほど。テクノロジーが究極の完璧さを手に入れたとき、私たちが人間であるための最大の武器は、その不完全さそのものになるかもしれないんですね。そういうことです。いやー、考えさせられますね。リスナーの皆さんも、次に翻訳アプリで AI に意図を質問するとき、あるいは AI を使って新しいアイディアを画像として出力させるとき、ぜひこのことを考えてみてください。すべてを最適化してくれる AI に対して、あなたがどんな予測不可能なノイズを投げ込めるか。それこそが、これからのテクノロジーとの最も面白い付き合い方なのかもしれません。というわけで、今回の深掘りしていくこの時間はここまでです。ありがとうございました。一緒に深く潜っていただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。